まだファーストタイム1回目だから1回目からうまくいかないから。昨日予約入ってた。昨日日本人じゃなくて？そう。で、今日も予約入ったんでしょ？今日の朝。すごくない？ 3人だ。いきなり入ったね、ボンボンボンと。すごいね。頑張れ。40代個人事業主、ポルトガルで移住した我が家。偶然が偶然を呼び、妻むっちゃんは現地の美容室で働くことになった。日本で美容室を開業し、気づけば予約が数ヶ月先まで埋まるようにもなった。美容師として20年以上、彼女なりの働き方も手に入れていた。だからこそ彼女には自信がありました。しかしもちろんポルトガルで待っているのは全くの別世界です。英語もポルトガル語も話せない彼女。接客は翻訳機頼りになります。そして何より髪質が全く違う。めちゃめちゃ難しいです。日本で使ってた薬と全く違うから、誰も教えてくれる人がいない中でやるから、やばいね。経験しかない。カラーの発色もカットの考え方も大きく変わります。そこで彼女は欧米人の髪になれるために自らモデルハントを始めます。つまり無料で髪を切らしてもらって練習台になってもらうということです。知り合ったばかりのポルトガル人にお願いする。そしてその友人も紹介してもらう。そして少しずつこの国の髪質や文化、接客の空気感を学んでいきます。そして迎えた現地美容室での初出勤日。今日がむっちゃんのモデルさんじゃなくて本当のお客さん、なんと3人も一気に入ったということで頑張ってください。大丈夫大丈夫。最新情報はインスタグラムで配信中。もしもーし、お疲れ。大変だった。失敗した？まあ、あんまり成功したとは言えないかもしれない、最後が。あら。ブローしないでさ、いつもの私がやってるようにやろうと思ってるんですって言ったら時間がないってなっちゃって。頭の形から髪質、そして生え癖、さらに髪が乾いた時にどこに落ちるのか、そこまで計算してカットラインを微妙に変えながらデザインする。これまで何千人もの髪を切ってきた中での経験で身につけたものなんですけども、これが妻の大きな強みでした。家に帰ってから自分でハンドブローで形になる。妻はずっとそこを大切にしてきて、そして日本ではその技術でたくさんの成功体験を積んできたわけです。ただ今回その一番のストロングポイントをほとんど発揮できずに終わりました。でもすごいいい人で、大丈夫大丈夫、いい感じだよって言って帰ってってはくれたんだけど。まあしょうがないよ。ちょっと泣きたい感じだ。おかえりママ。え？大丈夫だよ。何が正解かわかんないんだもん。まだファーストタイム1回目だから1回目からうまくいかないから。ありがとう。大丈夫だって。クレームじゃないでしょ別に。だけどもしかして切り残しだったらどうしよう。どのぐらい来たの？何センチぐらい来たの？そのぐらいの切り残しだったら馴染むから大丈夫だよ。焦っちゃったから、ちゃんとできなかったかもしれない。これが美容師のリアルです。もう本当にこのくらい、めっちゃちょっとだけだもん。いやことでもね、本当にサービス業ってこういうもんだから、このぐらい精神的に不安になったりするんだよ。しょうがないよ、もんちゃん。もう1回目から欲張りすぎだよ。全部うまくいくって。でも2人はうまくいったんでしょ？そしたらそれで OK だって。でしかもさ、それがさ、失敗したわけじゃないんだから、それ失敗って思わない方がいいと思うよ。それ引き寄せちゃうから、それ。だってありがとう娘っつって書いてたでしょ？作り笑いとかしないと思うよ、こっちの人たち。そんな愛想つかして。こうやって言ってさ、毎日はお客さん帰ってくんじゃん。北海道も東京でもそうじゃん。大丈夫だって。絶対に。9万8095万%だよ。幸せだよ、でも。こういう経験して。だって絶対ステップアップするわけじゃん、ここから。もうそれ以外ないんだから。成長するための株なんだからしょうがないよ。だって自分で泣くぐらい悔しいんだったら、反省点は全部やっぱノートに書いて、次に活かせればさ。喜んでるんじゃないねえ。僕もそう思うけどな。またもしかしたら間に来てちょっとこの切り残しやってくださいって言われる。
今日はご機嫌で帰ってこれたよ。お疲れ様。今日はパーフェクトかい？今日はパーフェクトだと思う。いやマジでカラー難しい、本当にカラー剤が全然違うから。よくやり遂げたよ。でも私も思うわ。お客さんはなぜだの？お客さんめっちゃ喜んで帰ってくれた。あ、本当。お疲れお疲れ。おかえり。今日どうだっ今日楽しかった。た？よかった。だってうまくいった？うまくいった。今日は天気いいですということで GoTo ピクニック、よーく見ていただくとですね、むっちゃんが持つリュックからちょっと飛び出てるの見えますけども、コストダウンでございますね。飲み物は自分で持参しております。いい絵ですね。美味しいでしょ。めっちゃ気持ちいいね。いいね、今日すごい気持ちいいです。もう気持ちいいです。なんとかの塔です。やっぱりポルトガルはですね、何がいいってですね、昼からみんなお酒飲んでます。太陽の出方とかが本当に最高です。はいあ、レモンのアなんか美味しそうだねガベシロップ。はい、一回これから味わってみて。美味しいもう一本あります。我が家のスペア。でしポルトガルはこうやってゴミ箱が街中に至る所にあります。本当にありがたい。ここはですね、博物館。これもですね、併設されている美術館なんですよね。これもまだ全然行ってないです。What's your name? Fabio. Have you? Are you from Portugal? Yes, I am. Yes. Cool. Yeah. Points. Yeah. でパパちょっとこれ怖い。怖いね。なんか意味あるんだろうね、これ。ほら。サムライ。スパイシー。ちなみでもそれに、つけて高くなるとかないよ。しっかりしてるね。さすが我が家の家計番長だ。ワインほんとちょっぴしかない。うん、あれ。最高。こんな感じです。もうみんなその辺で自由にやってます。お酒飲んでる人もいれば、弁当は広げて食べてる人、犬放し飼いで遊びまくってる人とか。こんにちは。めちゃめちゃ合いますね。ね、縁がある。すごい。バイバイ。ハバナイスデ遊んで。はい、今お会いした方が日本にちょっと住んでたことがあって、スペインと日本人のハーフ公園で先日お会いして、あなたたちの生活を豊かにするシステムがあるよっていうことで教えてくれたのがタイムバンク。僕だったらカメラ撮るのが得意なので、それを1時間教えて1時間ポルトガル語を教えてもらうとか、時間の交換で情報を共有したりとかシェアしたりするシステムがあるよっていうことで教えてくれた方ということでやってまいりました。リスボン一のラーメン屋と名高い大碗麺です。良心的な価格ですね。リスボンでラーメン食べようと思ったら平均で僕が見た中で12、13ユーロぐらい、具が入ってるのだと15ユーロとかになるんで、ここは7ユーロとかで発麺、ベースはうまい。店員さんがもうフリーだからどんどん入れて食べた方が美味しいよってことでいろいろ持ってきました。うまい。ここ基本結構薄味かもしれない。で、あと自分で調味料入れて好きなようにしてくださいっていうタイプだと思う。餃子来ました。餃子。ちょっと日本の餃子とは全然違うけど。なんか皮がもちもちしてる。小籠包みたいな雰囲気もあるね。今日はむっちゃんの職場のスタジオマの1周年記念。But carving like pieces of wood and then using them as 綺麗な人がめっちゃ多くてびっくりするよ。やっぱドレスアップが必要だったね。必要だったね。みんなドレスアップしてるね。コトはもう一人で店の中で一人で佇んでます。靴買いました。今届けてきました。ハッピーな気持ちになるね。クオリティ高いですね。めちゃめちゃ。カツラまで被ったりとかしてるから。あれいいよね。あれいい。あなたいくつですか、お年？
8歳でそんな化粧していくんですか？はい。パパはそういうのあんまりちょっと賛成できないんだけどな。こと。ことは今さ、結構学校も1ヶ月ぐらいになるけどさ、どう？1ヶ月行ってみて。怖い？正直言っていい？怖いんじゃなくて、喋ろうとちょっと頑張って。おお、そうなんだ。これ最喋りたいと。音楽は覚えてきたんだけど、なんかコンビやケビ少し覚えてきてるようになってるんだと思うんです。だから私はきっと一歩進んでるんだと思う。そうだね。2人はさ、まだ一歩をさ、行ってないでしょ、この世界で。この世界で。この世界。日本ではいっぱい一歩進んでいってるけど、ポルトガルだったらさ、何歩進んだ？何歩も進んでます。いや、ことが頑張ってるのをパパたちはいつも見守って応援してるから。だからただの応援の人って感じになってるから、みんなも反対になって私が応援して、2人も英語とポルトガル語を覚えてほしい。私が覚えてるやつ全部教えてあげるから。超上からね、気にならないけど、分かった。2人もまだ人と会話を1日いつもは喋ってないから、それをやんないと一歩はまだ進めないから、できるなら頑張ってお店とかは行ってほしい。勇気出さないと何にもならない。なので2人とも一歩は進んでください。深い話や裏話はメンバーシップで公開中。デジタルノマドビザを取得しました。世界中のどこでも時間にとらわれず自立して生活できることを証明するビザです。この働き方を実現できたのは動画を使った SNS コンテンツの仕組みを理解したからです。そのからくりと方法をまとめた特典動画を LINE 登録者限定でプレゼント中。それではまた次回の動画でお会いしましょう。小宮山でした。ありがとうございました。